どうも皆さん、カイトです。今回はエンダーリリーズクワイタス・オブ・ザ・ナイツの魅力を改めてご紹介させていただこうと思います。では、早速やっていきましょう。まず、エンダーリリーズクワイタス・オブ・ザ・ナイツってなんやねんって方いると思うんですけど、開発がライブウェアとアドグループで、販売がバイナリー・ヘイズ・インタラクティブでお届けするダークファンタジーのメトロイドバニア作品です。2021年1月22日に早期アクセスでリリースされて、2021年6月22日に任天堂スイッチと Steam、さらには2022年6月29日に Xbox 版で、2021年7月21日に PS5、2021年8月16日に 1.10 パッチとしてボスとの再戦、ムービーの見直し、カスタマイズ、強くてニューゲームプラスを引っ提げての大型アップデートがなされました。ストーリーとしては、ふと教会の奥深くで目覚めたリリーが突如目の前に現れた国威の騎士と一緒に変貌を遂げた国の真相を解き明かしに行くお話です。サイドビューで展開されるアクションゲームでレベルアップをプラスした RPG 要素を組み合わせており、リリーが魂になった者たちをスキルとして駆使しながら獣を倒していくというもの。スキルになる者たちは果ての国に関係している人が多く、巫女を守る森人から村や町の人々、王女を守る騎士など20種類以上のスキルを駆使することができます。このスキルの組み合わせによって戦闘スタイルが変わるのが特徴で、スキルは2個セットできての2パターン組めるのも戦略性あり、それぞれの個性を生かしながら攻略していきます。またリリー自体にバフをかけていける装備品としてレリックが存在します。こちらは道中での宝箱で得得したりすることでゲットすることができるんで、コスト上限があるんですけどバフとして強化ができます。リリー自体にダメージ判定があるんで、祈りで回復したり、パリーでの弾き返し、ダッシュでの緊急回避などの行動が重要になってきます。基本的にはリリーを操作しながら広大な果ての国を探索して、ティップスと呼ばれる情報を得得しながらこの世界の真相をつなぎ合わせ最終的な答えを見つけ出しに行きます。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、メトロイドバニアの楽しさ。私が初めてまともにプレイしたメトロイドバニアで思い入れがめちゃくちゃ強くて補正かかりまくりなんですけど、探索の楽しさ、戦闘の楽しさ、ストーリーの楽しさのトリプルエンジョイを教えてくれたのはこの作品なんですよね。正直メトロイドバニア難しいイメージが外あって、探索とかだるって思ってた時期にパッケージデザインに惹かれてノリで購入したのを今でも覚えてますね。メトロイドバニア系のゲームをちゃんとプレイしていないのもあって、最初何すればええんか分からず、ちょっとつ盲信で突っ込んでダメージをもらってデスりまくり、メンタルブレーキを叩き込まれました。せっかく買ったんでクリアまでしようと心に誓いつつ、老戦士ゲルロットで再び心を折られ、黒の魔女イレイエンで再度心を折られ、黒い騎士ウルブでコントローラー投げかけた経験は楽しかったっすね。これで気づいたのが、ここまで夢中にボスに挑んでいるということはめちゃくちゃハマってるんじゃないかと気づきましたね。次はこのスキルで挑戦しよう、もっとレベルアップしてから挑戦しよう、探索を隅々までしてから挑戦しようなど、メトロイドバニアの楽しさを一気に感じ取られました。探索がだるっと感じていたのが知らぬ間に楽しみの一部となり、自分なりの戦略で挑むとスタイルは新鮮味で満ちていました。どうやってこいつに勝つねんという心の叫びが勝利へとつながった瞬間、ほんまにガッツポーズをしたのは言うまでもありません。ダークファンタジーというストーリー、個人的にラッキーだったところはエンダーリリーズのストーリーがとても引き込まれる点でした。舞台が果ての国で、そこが死の雨で崩壊するという設定が中二病心をくすぐられました。この世界を救うには一体どうしたらええんやって思いながら、先に進めば進むほど盛り上がっていくんが素晴らしかったんですよね。ボスと対峙時に描かれる思いやムービーで流れるそれぞれの感情など、心を締め付けられるようなシチュエーションが感動的だったなと。ティップスで徐々に明かされる真実やレリック、スキルを通して理解できる共通点など、それぞれの要素をゆっくり理解していくのはめちゃくちゃハマりました。特に異端者ファーデンの場面では、彼がどれほど彼女を救いたかったかのが伝わって、彼の愚かな行為が垣間見えてしまい、それがほんまに泣けて辛かった。こういったバックボーンが一人一人用意されているのがやばい。場面を彩る BGM、 ゲームの世界に没頭する上で忘れてはならないのが BGM。 このエンダーリリーズでは耳に残る
楽曲の数々がめっちゃ光ります。これらの楽曲はミディというグループによって制作されてて、アニメゴブリンスレイヤーのオープニングテーマやアニメグレイプニルのエンディングテーマなども手掛けています。ミディ様の楽曲センスは抜群で、もう言葉では言い表せないほどに素晴らしいんで、ゲームへの音の彩りを感じさせてくれるんですよね。オープニングのリリーでこのダークな世界を知らしめてからのフィールド音楽での果ての国の現状を感じさせ、シーグリッド戦での音が沈むメロディーラインなど曲がゲームに完璧にマッチしているのには驚いている。ストーリーと合致するのは珍しかったかなと。特にクルー騎士ウルブ戦の BGM は悲壮感を肌に受け止めながらも戦闘中にその痛々しさが伝わってくるのは最高に上がりました。全体的な BGM を通して雨の日に聴きたくなるような素敵な曲ばかりなのはずるい。改めてエンダーリリーズクワイタス・オブ・ザ・ナイツの魅力について簡単ではありますが紹介させていただきました。キャラクターの描写は全て美しいの一言で片付いてしまうようなデザインに、死の雨の後のフィールドの朽ち果てたディティール、雑魚敵でさえ油断していると一気に持っていかれるゲームバランスなど、今思えばよくできたゲームだなとしみじみ感じます。何年経とうか風化させる気は全くない中での再紹介。この機会にぜひエンダーリリーズクワイタス・オブ・ザ・ナイツの世界に足を踏み込んでみませんか。きっと 100% マップ踏破目指してまでクリアしてしまうこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。